個人的存在の彼方。ジェラルディン・カミンズ著、浅野和三郎訳並びに表釈。橋書カミンズ町を通じて送られたマイアスの通信永遠の帯同は、近代心霊学会の偉大な収穫の一つであること、読者において十分ご承知のことと思われるが、もし未だこれに接しない方々があるなら、この際ぜひ一読をお勧めしたい。あれだけでも精読しておれば、現代の日本国を席巻しつつある不健全思想、または幼稚な迷信などには感染せずに済むであろう。その後、カミンズ城の自動書記能力は、ますます作用を加え、今回前者の続編と見るべき新刊に接した。題して個人的存在の彼方という。その内容は3部に分かれ、第1部においては、主として死の直後の生活を取り扱い、第2部においては、マイアスのいわゆる個人的存在の彼方、彼岸の上層生活を取り扱い、第3部においては祈祷、感謝、その他思想上、信仰上の実際問題につきての意見を述べ、さらに付録として自然例、動物例、その他につきての見解が述べられている。総計230ページ。まず手頃の書物である。本書の第1部は、さして感服できない。時として達見にも接するが、時にはそれほどでもない箇所もあり、概して叙述が無難に流れている。他日、機会があったら、その中の出色の箇所を拾い出して紹介してもよいが、今回はしばらくこれを省いておく。本書の圧巻は何と言っても第2部で、私はこれを一読した時に、覚えず案を打って完成を発した。なんとなれば、私が多年有名交通によって調査研究を進めていたところが、端なくもマイアスの通信と多くの一致点を発見したからである。私としては心から100年の知己の間に絶えない。最近80年間、欧米人の手で受け取られた霊界通信は何百と数えられる。が、ここまで深入りして、ここまで内観的飛躍を遂げた者は他に類例を見ない。私はできる限り忠実にこれを紹介し、そして必要あれば、被験を加えてみたいと思う。第3部の文字もなかなか優れている。ロッジ教などは、特にその中の祈祷と題せる一章を推薦しているくらいで、いずれにしても紹介の価値は十分にあると思われる。取り扱う問題が問題であるから、多少読むのに骨が折れるか知れないが、この際心から読者諸子のご留意を喚起しておきたい。昭和11年8月、浅野和三郎死。